皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。はい、皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。そして、またお久しぶりです。はい、皆さんお元気でしたか？どうですか？私はまた元気じゃなかったです。12月のね、上旬あたりまでポッドキャストを撮ってて、時々咳き込んでたと思うんですけど、はい。なんとあの後、もっと体調が悪くなって、咳が出る、喉が痛い、熱が出る、もう高熱が出る、そしてちょっと汚いんですが、嘔吐、ウェーって吐いてしまう。そして体が寒すぎてね、体がブルブル震えるという症状がどんどん出てきて、これはもうダメだ。インフルエンザかもしれないと思い病院に行きました。そしたらなんとマイコプラズマ肺炎という病気になっておりました。いやー、きつかった。本当に辛かったです。これ、小さい子供がよくなる病気なんですけど、最近は大人にもかかるような病気で、おそらくというか、ほとんどそうだと思うんですが、英語のレッスンでね、小さい子供たちと一緒にレッスンをしていますから、そこでもらってきたのかなという。そしてどんどん免疫力、体を自分で守る力が寒いと弱くなっていきますね。そういった時に発症しやすい、病気で、いやー辛かった。でも病院に行ってお薬をもらって、1週間ぐらい安静に過ごしてると、はい、完全に元気になって、今はもう何も悪いところはなく、はい、体調は万全になりました。皆さん、お待たせしました。はいですね。皆さん、年末年始はいかがお過ごしでしたか？年末は一年の最後。だいたいクリスマスあたりからですかね。年始というと一年の始まり。だいたい1週間ぐらい、1月6日、7日ぐらいまでを年始と呼んだりしますが、年末年始どうでしたか？クリスマス家族と一緒に過ごしましたとか、カウントダウンお友達とパーティーしながら過ごしましたとか、はい、生徒さんからいろんなお話を今聞いてるんですが、皆さんはどうでしたか？私はですね、年末はみかんの仕事に追われまして、で、みかんの仕事が終わった後、もうバタ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 と、2日、もう大晦日だけかな。2日ぐらいかけて、お家の中の大掃除をしました。はい。これ、日本人はよくやることなんですが、1年の最後にお家を全部、大掃除なので大きい掃除です。全部きれいにして、そして新しい年を迎えるという風習というのか文化というのか、はい、ありますね。ごめんなさいね。はい。そうですね。カーテン洗ったり、ベッドシーツ洗ったり、ね、全部きれいにしまして、年越しをしました。はい。年越しの前にはね、年越しそばというそばを食べる文化もありますね。はい。旦那さんと和歌山でお家でね、年越しそばを食べて、テレビを見て、まったりゆったりしながら年を越しました。早いよね。もう2025年ですよ。はい。
で、年を越しまして、1月1日、元日です。元日に大阪の実家に旦那さんと一緒に帰省しました。はい。帰省は実家に帰ることです。帰省して私の家族、今回はね、今年から初めて私の妹の旦那さん、韓国人の旦那さんなんですが、ソウルから来てくれて、はい、一緒にお正月を過ごしました。うん。今年は私の実家でおせち、お雑煮、すき焼き食べましたね。あ、お寿司も食べましたね。いやー、お正月って、なかなか食べられない豪華なお食事を食べられるので、それがいつもワクワクします。うん。おせちって聞いたことありますか？ね、おせちっていうのは、なんというのかな。見た目はね、ほんとスペシャルな弁当ボックス。はい。なんですが、弁当は一人一つずつ食べると思うんですけどね。おせちはみんなでシェアして食べる料理です。で、その特別な弁当ボックスの中に小さい料理がたくさん入ってるんです。なかなか普段食べないような料理が多いですね。で、一つ一つの料理に意味があって、その意味や思いを込められたものをありがたくいただく料理です。例えば黒豆の料理があります。で、この料理の意味は、豆に生きる、豆に生きようという思いを持って食べます。豆にというと、なんというのかな、丁寧にとか真面目にとか、一つ一つ心を込めてとか、そういった意味ですね。はい。なんでもかんでも適当に荒くね、過ごすんじゃなくって、一つ一つ物事を丁寧に進めながら生きようっていうような思いがあったり、あとエビ、うん、くるっと丸まったエビが入ってることが多いんですが、これは長寿の意味があります。長寿は長生きするという意味です。なんでかっていうと、長生きしていくと人間って腰が曲がって丸く、背中や腰が丸くなる人が多いですよね。うん。で、エビもね、丸いじゃないですか。そういったように体が丸くなるぐらい、うん、長生きしたいね、長生きしましょうねという意味があるんですよ。そういった感じで、本当にそれぞれの料理に意味があって、はい、一年健康に、そして長生きできるようにというような意味を持っていただきます。お雑煮という料理はね、これもお正月だけに食べる伝統料理で、味噌が入ったスープに野菜とお餅が入ってるものです。今味噌が入ってるって言ったんですけど、これ地域によって違って、関西、私が出身の地域ではお味噌を入れることが多いです。白味噌っていう味噌汁を作る時には使う味噌とは違う白い味噌を使います。うん。で、関東はね、確かすまし汁みたいな、なんていうのかな、透明の、はい、お吸い物のようなスープにお餅を入れるみたいですね。地域によって違います。はい、お雑煮を食べて。すき焼きはね、皆さんご存知だと思います。お寿司もそうですね。食べて、で、いっぱいお酒飲みました。私がというよりは、私の旦那さん、妹の旦那さんで、うちの父が、もうほんと、たくさんお酒飲んで酔っ払ってました。いいんですよ。はい。お正月特別な時ですからね。久しぶりに集まるから楽しくなっちゃいますよね。うん。で、おじいちゃんおばあちゃんのお家にも行って、新年のご挨拶をして、はい。そういったお正月を過ごしました。あとは、私もそうですけど、地元に帰ってくる
帰省をする人が多い時期なんですね。家族で過ごしますからね。だから、東京に住んでる友達とかが大阪に帰ってきたり、他の地域に住んでる子が自分の地元に帰ってくる時期なので、久しぶりに集まろうということで、私は高校の友達と新年会をしてきました。はい。新年会、新しい一年の始まりに飲み会をすることです。飲まなくてもいいんですけど、今回はね、焼肉を食べました。焼肉美味しいよね。日本の焼肉行ってきました。よかった。久しぶりに近況報告をしたり、ちょっと深い話をしたり、あとね、今年みんなで旅行行きたいよねっていう話をしてて、今年実現できたらいいなぁと思ってます。はい。そんな感じで、あとはもうね、家でゆっくりゆっくり過ごしましたね。だらだらゴロゴロしながら。はい、過ごしていました。いいよね、クリスマスね。クリスマスなんで今クリスマスいいよね、お正月ってね。ひどい言い間違いでしたね、今ね。はい。こんな感じで日本はね、ゆったり家族と過ごす人が多いんじゃないかなと思います。そうだそうだ。もう一つ大事なことがありました。初詣に行ってきました。初詣っていうと、その年の最初に行く神社へのお参りのことです。はい。今年も一年よろしくお願いしますと。はい。ご挨拶をしに行きます。今回お家の近くのね、結構かな、地元では有名な神社なんですけど、私は一回も行ったことがなかった神社に、私と旦那さんと妹の旦那さんの4人で行ってきたんですけど、もう信じられないぐらい人が多かったです。びっくりしました。はい。神社にね、大きい神社があって、そこでお賽銭というお金を入れて、でカランカランと鈴かな、鐘を鳴らして、でもうパンパンと、はい、手を合わせてお参りをするんですが、その列がもう信じられないぐらい長くて、いやー、ちょっと地元の方に話を聞くと、この列だったら1時間半、2時間ぐらい並ぶんじゃないっていう話を聞いて、私たちはお参りをすることを諦めました。お参りしなかった。ですけど、近くに小さい神社があったので、そこは全然人が、はい、たくさんいませんでしたから、そこでお参りをしてきました。で、私は今年、厄年なんです。厄年って、これも日本文化ですね。他の国では聞かない。仏教の文化かな。女性は、この年の人。はい。例えば女性だったら、今年32歳になる人が厄年という年で、厄って悪いことです。病気だったり怪我だったりね、いろんな悪いことが起こる年とされています。だから厄払いって言って、その悪いものを払ってもらう、取り除いてもらったり、どっか行けってしてもらうことを厄払いって言うんですけど、厄払いもしてもらわなきゃいけないかなと思ってます。はい。で、私は厄除けのお守りを今回買いました。はい。それを持って今年1年守ってもらおうと思っています。去年はね、ちょっと病気になりがちだったので、今年はそういった病気にならないように、あと怪我もしないように、あとは自分だけじゃなくて周りの人にもそういう厄が来るかもしれないので、周りの人にも何も悪いことがないようにという
気持ちを持ってお守りを持っていようと思ってます。そんな感じかな。いやー、ちょっとね、年末は体調崩してほんと散々な目にあったんですよね。この年末の間に YouTube のビデオ作ったりとか、お散歩日和のビデオ作ったりしたいなと思ってたんですが、何にもできなかったので、今日は、2025年1月6日です。今日からまた気持ちを新たに、頑張っていこうと思います。で、今年の抱負。今年の抱負、私よく毎年考えるんですが、今年の抱負っていうと、今年1年頑張りたいこと、やってみたいこととか、チャレンジしてみたいこととか、そんな目標ですね。抱負と言います。今年の抱負はまず健康第一。健康に1年を過ごしたいです。あとは新しい趣味を見つけたいなと思ってます。で、このね、お正月の間時間があったので一つ始めてみたことがあって、それがクロシェ、編み物ですね。最近やってる人多いですよね。編み物に挑戦してみています。続くかなどうかなあとは、そうね、仕事も頑張りたいですね。去年、ポッドキャストをやっと始めましたから、これも続けていこうと思います。ポッドキャスト去年毎日撮ってたんですけど、平日。それはちょっと自分の、なんというかな、ポッドキャストを作ることに慣れるために、できるだけ数多く作ってたんですが、今年は平日月曜日、水曜日、金曜日の3日、撮っていこうと思います。そして YouTube も更新頻度を上げて頑張っていきたいと思っていますので、Spotify とか Amazon Music、Apple Podcast はタイムリーに、ポッドキャストを聞くことができますし、 YouTube は字幕をつけなきゃいけないので、今1ヶ月後ぐらい、更新して1ヶ月後ぐらいのものをビデオを更新してるんですが、できるだけタイムリーにポッドキャストの字幕付きのね、ポッドキャストも更新できるように頑張っていこうと思います。皆さん、新しい1年が始まりました。今年やってみたいこと、チャレンジしたいことを、去年からとか前から頑張っていること、続けていきたいこと、何かありますか？やめたいことでもいいですよね。悪い習慣があってこれやめたいっていうのもありだと思います。ぜひ今年頑張りたいことがあったらコメントで教えてください。日本語もっともっと上手になりたいっていう人が多いと思います。私はこのポッドキャストを作って皆さんの日本語学習を応援していきたいと思いますので、今年も1年日本語の勉強頑張ってくださいね。では今年も皆さんたくさんポッドキャスト聞いてくださいね。今年も1年どうぞよろしくお願いします。では今日も聞いてくれてありがとうございました。今日も皆さんにとって日本語日和になりますように。またね。